はい、こんにちは。今日はこいつドリームQ型久しぶりですけどやってみます。このレイジマンの方ですね。この靴前追い込みまでやったんですけど、その後すくい縫い中物まで進めました。はい、こんな感じでウェルトついてます。でウェルトをつけて後ろの部分革で埋めてます。前はコルク入れてますね。ウエストはベベルドウエストでいくんで、ウエスト部分のウェルト幅は落として厚みを薄くしています。でこのね中物は結構ウエスト部分は盛り上がった感じにしました。ソール貼ってこの盛り上がりが綺麗に出てくれるといいですね。でこの時点でほぼソール形状で決まってるんですけど、なかなか色気のあるソールになりそうで楽しみですね。でソールこれ糊塗って水につけてぐにゃぐにゃにしておきました。これ今から貼って出し縫いをかけていきたいと思います。ソールを貼ります。余ったソールをカットします。この先端が二股になっている目付け筆を使って出し縫いをする目印をつけていきます。先端が二股になっているのでこんな感じで1個前の目付けに合わせてどんどん増やしていきます。14番の目付け筆を使ってます。はい、こんな感じで目付けができました。前回のレイジーマンでもやったんですけど、ウィーンの工房でやることがあるシトパライという斜めの目付けですね。このシトパライは2種類あるっぽくて、前回やったのがこれです。全ての目付けが斜め前方に向いてますね。今回やったのはこんな感じで、つま先を中心に回転していくように斜めにつけました。通常ウィールでやるとこうはならないんですけど、一目一目目付けしてこんな風にできました。次はこのソールの裏、ここに真鍮プレートを入れるために切り欠きをします。こんな感じの V 字にカットしました。じゃあ次はドブ起こしをします。今回ベベルドウエスト銀付きベベルってやつですね。このドブ起こしした銀面をベルトの上に巻き込んでいくというやつで、このドブ起こしする幅がすごく広いんですね。僕一回やったことがあるんですけど、微妙にうまいこといかずに苦手意識が強いですけど、ちょっと今回また挑戦してみます。やっと準備が終わりましたので縫っていきます。まずは土踏まず部分を縫ってます。この部分はさっきドブ起こししたフラップで後々隠しちゃうんで 5,6 ミリの間隔で縫ってますね。今回糸は黒く染めてます。なのでここ縫ってあるのかは見えないですね。こっちの裏面見るとここ糸縫ってあるの分かります。
この靴は靴底の形状、職人言葉で底行きとか言ったりするみたいなんですけど、この靴は底行きが多分僕が作った中で一番かっこよくできるんじゃないかなと期待してます。ただ期待してるだけじゃなくて、それなりに準備をしたんですけど、準備っていうか下ごしらえですかね。このソールの形状っていうのは、さっきもちょっと言ったんですけど、もうウェルトがついてる時点でほぼ決まってます。でウェルトがつくのは中底の形状、中底加工の形状によるんで、リブをどこに切るかっていう、それによってるんで、その中底のリブをどこに切るかっていうのは木型の形状によっても結構決まってくるところがあるんで、靴の底行きっていうのは木型の段階からコントロールしていく必要があるんですよね。で今回のこの木型は、木型もそれなりに底行き美しくなるようにして、中底の加工もね、最終的な底行きを考えつつ、いつもやってるんですけど、今までとは若干やり方を変えてより美しくなってくれるように期待してやってます。なんでこれ実験なんで、これで美しくなってくれるかどうか僕まだ分かんないんですけど、最終的に底行きが決まってくるのは積み上げした段階かな。まだまだ先の話なんですけど、さっきねソール貼って出し縫いする前の形状から見るとなかなか良さげでしたね。この出し針を刺す角度は一応目付けの角度に合わせて斜めに刺してますね。普通にいつもはこうやって刺します。この木型に垂直に刺しますね。今は斜めに目付けが来てるんでこうですね。こうすると目付けに合わせて斜めに穴が開くんで、糸目も若干斜めになります。出し縫いが終わりましたんで、最後ドブを起こしたやつをね戻します。でベベルウエストをやりたいと思います。はい、こんな感じで今ここフラップに糊塗ってあります。でこっちにも糊塗ってありますね。でこの部分は普通に元に戻すんですけど、この部分は曲面のところまでぐっとね、この銀面これ巻き込んでいっちゃいます。こっちもですね、巻き込む分の長さが必要だったんで、これだけの幅をドブ起こししなきゃいけなかったんですよね。ということで戻します。じゃあまずは前の方からいきますね。じゃあこのウエスト部分もいきます。この部分まで貼り付けました。ちょっとさすがにこんなにいらなかったですね。この残ってる部分を最後このウェルトの上に巻き込んでいきます。こんなにはいらなかったんでカットしてから入れます。かぶせます。はい、できました。まず出し縫いこんな感じです。ピッチ一応14番の目で使いましたけど、斜めなんでおそらく12か10番ぐらいなピッチになってると思いますね。斜めになればなるほど間隔は広くなるんで、そんな感じです。で糸黒いんで縫ったところあんまり見えにくいですけど、一パライがこっちから斜めにこう回転していってますね。ちょっとしたことですけど結構独特な雰囲気が出ますよね。ソールこの部分、ウエストはもう本当にツルツルです。金面が巻き込んであるんで完全に糸は見えないし、コバの断面も見えないですね。こっち側もツルツルになってます。なので全体を見ても本当にこの辺はツルツルです。
特に今回中物で結構持っておいたので、こう横から見た時の盛り上がりも結構あってグラマラスな感じになってますね。こういう感じを目指してました。またヒールつくと若干印象変わるかもしれないですけど、かなり細いですね。いいですね。このボトムグレイザーでグリグリやっただけあってツルッツルになりました。出し縫いが終わりました。今回でがぜん仕上がりが楽しみになってきました。気を抜かず丁寧にやっていきたいと思います。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。